はいどうも、今回はジャンクで入手したこちらのニコン製スピードライト SB28 を修理します。スペックはどっかに出しておきますね。症状は電源が入らないことと液漏れ歴がある以外わかりません。液漏れが一番あれですよね。入手した経緯は確か以前クーポンを使いたくて安く出ていたものを購入した感じですね。それではやっていきます。まずは外観ですね。背面、綺麗で画面やボタンにダメージはなさそうです。少々このオンオフボタンのところに傷がありますけどね。左側面、綺麗で、このカバーは端子ですね。端子も破損はなさそうですね。カバーも現役ですね。右側面、綺麗でロックボタンと電池ケースがありますね。ロックボタンは動きますね。首振りも OK ですね。で、電池ケース。これはスライドして開くタイプですね。そして開けると、液漏れで錆びた跡が多少削ってありますが残ってますね。内部にも汚れがあるみたいですね。底面のマウント部ですね。マウント部特に破損はないですね。ロックもしっかり回りますね。そして正面。ニコンスピードライト SB28 って書いてありますね。そしてこちらの端子ですかね。これも問題ないですね。正常かどうかわかりませんが。そして、ちょっと見にくいんで起こしますが、発光部ですね。発光部は見た目綺麗ですよね。割れもない感じ。そしてこれは、ワイドパネルっていうやつですかね。こちらもしっかり動きますね。この説明のようなベロも残っています。収納もできますね。という感じで全体的に綺麗ですね。これで、確か500円ぐらいだったと思います。200円のクーポンなので300円ですね。それでは動作確認をします。使用する電池はこちら。100均のものですね。使用書ではニッケル水素乾電池4本でも大丈夫みたいです。それでは乾電池を入れます。これで電源が入るかですね。電源はこのボタンですね。何の反応もないですね。しっかりジャンク品ですね。ちなみに全て乾電池は 1.3V あることを確認しています。それでは分解していきますが、分解の前に画面に出ている注意事項を真似される場合は、よく読んでおいてください。とりあえず見えているネジを全て外してしまいます。はじめはこの2箇所ですね。次にマウント部にあるネジ、1、2、3、4本を外します。これで見えてるネジは全て外れましたね。この状態では開きそうにないですね。プッシュボタンのこちらのゴム板ですかね。この下にもありそうなので剥がしてみます。剥がれますね。両面テープか接着剤がもう劣化してますね。で、ネジが2本ありますね。これも外します。反対側にもありそうですよね。こちらの蓋。これはゴムっぽくはないんですが、外れるんでしょうかね。これも剥がれそうですね。こちら面にネジはないですね。単なる蓋だったみたいですね。ありそうな部分といえば、この合わせ面ですかね。可動部のずらした部分ですね。一度ロック用のボタンをはめてから回してみます。ありますね。1、2、3、4箇所ありますね。これを外します。ネジがなんか錆びて白くなってますね。このネジは舐めそうですね。こちらのネジも真っ白ですね。内部が無事だといいんですが。
開けてみます。すでに開きそうな雰囲気はしてます。開きますね。いろいろとケーブルがつながっているので、切らないように注意が必要ですね。台座部分も外れますね。開く方向的にはこうですね。内部はこんな感じですね。結構コードでモリモリになっています。フィルムケーブルはコネクターで繋がっているわけではないですね。ちょっと厳しい可能性があります。で、電池の蓋が外れますね。まずはコネクターを外せる部分を外します。なかなか向き的に厳しいですね。抜けましたね。そしてフィルムケーブルがつながっているものを外せればいいんですが、とりあえず外せないですね。このまま行くしかなさそうですね。見えにくいですが、この分6章が吹いてますね。これで一応上の基板のコネクタは外れましたね。残っているのはこちらのフィルムケーブルと1本の線ですね。次にこの基板を外します。ネジは1本2本で止まってるみたいですね。で、基板が外れればいいんですけど。外れますね。外れたとしても、液晶側にケーブルがいってますね。電池ボックスが外れますね。電池ボックスは液漏れの跡だらけですね。あとカビがあるように見えますね。とりあえずこの電池ボックス、コネクターの中に6章が溜まってるので、これが接触不良の可能性ありますよね。真っ青ですね。とりあえずこの電池ボックスが無事か確認します。電池ケースが正常かどうか確認します。電池ケースはこの横で止まってるみたいですね。なので爪を外すと開きます。中はかなり汚いですね。これは洗ってしまった方が早いですね。端子からコネクタまでの通電を見ておきます。まずはマイナス側ですね。一応ありますね。かなり6章がついてしまってますが、プラス側。ケースごと6章を洗ってきます。なかなか汚いですね。まだ汚れが落ちてない部分もありますが、これ以上は落ちないですね。端子を外していなかったので、端子をさらに外して清掃します。端子は引っ張るだけで外れますね。端子はちょっと硬いですね。そしてコネクターなんですが、ある程度は綺麗になりましたね。6章はまだ残ってますが、端子が見える状態にはなりました。コネクターを分解してさらに清掃していきます。プラス側は綺麗ですね。問題はマイナス側ですが、マイナス側は少し印をしておきます。端子部分真っ青ですね。中もすごいですね。これは通電しないかもしれないですね。原因、これの可能性高いですね。この中はそうでもなさそうですね。これを清掃します。コネクタの鉄板ですかね。薄くなってきてますね。これはちょっとやりすぎると危ないのでお湯洗いしていきます。本当はこのコネクタの先だけあればいいんですけどね。洗ってきました。これ以上落ちないですね。
これ以上落ちないんですが、これをちょっとつけるのは不安が残りますよね。今探してみたんですが、コネクターは違うんですが、中のピンがほぼ一緒なものがありました。このピンを付け替えるぐらいだったらコードを変えてしまいますか。中が多分6章でいっぱいだと思うので、コードごと変えてしまおうと思います。ピンはほぼ一緒だと思います。こんな感じですね。ロックの位置も多分一緒ですね。コネクタ側は若干形状が違うんですよね。こちら側は一緒ですね。反対側、こちら側はちょっと違うんですよね。こちら側は違うので、コネクタは利用できないので、元々のものを使います。使用するコードはこの2本ですね。オレンジ色はありませんでした。問題は、端子をかしめる専用工具がないんですよね。太いものしか所有してないです。こんな太さしかないんですよね。全然違いますよね。なので、なんとかやります。一応ハンダ付けをしておきます。これで片側完成ですね。ちょっと掴み傷がありますけど、まあ大丈夫でしょう。反対側もやります。抜けましたね、今。若干抜けましたが、ガチガチにハンダ付けできてるんで、これで大丈夫でしょう。これが、このコネクタに刺されば OK ですね。大丈夫ですね。固定できます。ということは、マイナス側も、コネクタ側が完成したので、こちら側を合わせて切っていきます。これと同じ長さに作る感じですね。端子についているこのプラスチックのプレートは溶けてしまうので一度外します。長さはだいたいこれぐらいとして、こんなもんですね。これぐらいで作ります。これがプラス側ですね。次にマイナス側。マイナス側は、まあ大体で、ハンダ付けをする分合わせてこんなもんですかね。次に端子を付け替えていきます。プラス側はこれで OK ですね。次にマイナス側を付け替えます。ちょっと6章吹いちゃってますね。これでマイナス側も OK ですね。こちらから交換しました。これはゴミですね。電池ケース乾きましたが、すごいことになってますね。ちょっと綿棒でこすってみます。アルコールで拭いたので、これで落ちてればいいですけどね。どうでしょうか。大丈夫そうですね。白い部分消えましたね。これならなんとかいけそうですね。プラス側の端子に先ほど外したこのプラスチック部品をつけておきます。これで OK ですね。マイナスを刺しても当たらないようにしてるんでしょうね。で、元に戻します。プラス側、こうですね。そしてマイナス側。
これで電池ケースの本体側は OK ですね。次、電池ケースの蓋をやります。蓋は洗ったんですが、まだ汚れが残ってますね。これは拭いていきます。これで OK ですね。若干残ってますが、まあこれぐらいなら大丈夫でしょう。電池ケースを閉じます。これでいいですね。電池ケース完成しました。次、蓋も清掃しておきます。削ってあるようなので、拭くだけで大丈夫かもしれないですね。まあ、蓋は後々できるので、このままアルコールで拭くだけにします。これで OK ですね。次はこのコネクタがはまった基板部分ですね。そこを清掃しておきます。基板のこのコネクタですね。コネクタ側はほとんど綺麗ですよね。若干汚れがあるぐらいで。これなら拭くだけで OK だと思います。こんなのをつけておきます。接点復活洗浄剤ですね。これおすすめです。見て分かった接点不良を清掃したので、これで一応組んで電源を入れてみます。それで、ここに何かありますね。これはめないとダメですね。電池ボックス完成してませんね。これで本当の電池ボックス完成ですね。ということで、パッと見発見した接点不良を直したので、一度組み立てて電源を入れてみます。それで電源が入らなかったら続きですね。では元通り組み立てます。まずは電源ボックスをコードの順番を覚えてないので適当です。ネジ穴のプレートもつけておきます。これでコネクタは元通りですね。それでは締めていきます。ネジ締め用のプレートが結構難しいですね。片側だけ外すネジですね、これ。両側外すとダメなんですね。これで締めてみます。電池ケースの蓋ですね。これを挟んでおきます。とりあえずは閉まりましたね。関係なさそうなこの辺のネジ閉めてしまいます。ロックボタンのネジも閉めてしまいます。とりあえずネジを完全に閉める前に動作確認をしてしまいます。電源が入るか全然わからないんですが。なんか動いた音しましたね。これは動く可能性が高いですね。電源入りましたね。チャージオンしています。爆発とかしなきゃいいんですけど。フラッシュの準備ランプつきましたね。フラッシュしてみます。つきましたね。電源を切ります。
この状態だとかなり中に電圧残ってますね。もうこれで開けないようにします。ネジを締めてしまいます。とりあえずこの4本ですね。そして上のこの部分のネジを締めます。片側は先ほど締めるときに仮締めしてあります。そして何の意味もなかったこの蓋を閉めておきます。外観の清掃をしておきます。この辺アルコールで拭いていいかわからないです。逆を向くんですね。これで OK ですね。試せるカメラがいずれやろうとしているこのルミックス G1 ですね。これで試してみます。外観ベトベトなんですよね。これに装着してみます。こんなにきついものなのでしょうかね。これではまりましたね。これでロックをして、レンズはないのでこのままフラッシュがたけるかですね。やってみます。光ったんですか？光ってますね。ちょっと角度このぐらいにしてやってみます。光りましたね。画面的にはこんな感じですね。大丈夫そうですね。フラッシュは全然使い方わからないです。バックライトが光るかどうか確認しておきます。バックライトはこれですね。押して、わかりますかね？わからないですね。ちょっとライトを消します。バックライトも OK ですね。オンオフできます。バックライトを表示させると液晶画面の左上にもやのようなものが見えるんですが、これは多分液漏れが原因ですね。このぐらいのもやだったら全然見えるので大丈夫だと思います。バックライトを表示させない状態だと気にならないですね。というか全く見えませんね。さすがにあのクラスで使うことはないので、これで十分だと思います。他のボタンが使えるか見ておきます。マイナス。動いてますね。SEL 何かわかんないですけど SEL これも大丈夫ですね。モードも大丈夫ですね。ズームこれは多分発光管が動いてるんだと思います。見えますかね？動いてますね。これでほぼ光らせるだけとボタンの動作確認ができたので修理は完了です。ということで今回はニコン製スピードライト SB28 の修理をしました。このチャンネルでは今回のようなジャンク品修理や DIY をしています。内容がいいねと思ったらグッドボタン、また見たいねと思ったらチャンネル登録お願いします。それではまた。